皆さんこんにちは。すでに約10日間のゴールデンウィーク、長期休暇に入った方もいらっしゃるかと思いますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。日銀もゴールデンウィーク入る直前に政策決定会合を開きましたけれども、大方の予想通り政策変更なしとなりました。ただ今回は四半期に一度展望レポートが出る回でしたので、今後の見通しについて日銀がどのように考えているのか、また皆さん気になっている為替の相場、あるいは物価の上昇というのがどう辿っていくかというのをご覧いただきたいと思います。また今回の会合を受けてさらに為替は円安の方向に進みましたけれども、非常に記録的な水準ということで、Yahoo ニュースといったチープな媒体、日刊現代といった下世話な週刊誌まで為替の話を書き始めましたけれども、そもそも円安を止めるのは日銀の仕事ではありません。今後の為替の行方、介入があるのかないのかというのも含めてお話ししていきたいと思います。よろしければぜひ今回も最後までお付き合いください。まずは4月26日金曜日に発表された政策決定会合の結果について簡単におさらいしますと、冒頭で申し上げた通り、政策金利の引き上げ、国債買い入れ額、利上げであったり買い入れ額の変更というのは従来から変更なく据え置きとされました。一部で4月中旬に為替介入、財務省を含めて植田総裁も円安の動向を気にしているというような発言ありましたので、今回の会合においてどちらか変更してくるといったような期待もごくごくわずかにありましたけれども、基本的にはですね、随時策を打っていくというよりかは手数を残しておきたい。そもそも物価目標というのを第一義に運営している日銀が副次的な為替というもののために政策の手数を減らすことはないと、そこは日銀のマイペースということで、マーケットでも据え置きになることは想定されていました。ただ具体的な中身を見ていくと、文言として従来ですね、現時点の経済物価見通しを前提にすると緩和的な金融環境が継続すると、こういったハト派寄りの文言というのは今回削除されて、代わりに入ったのは金融政策運営について、先行きの経済物価、金融情勢次第と、つまりこれまではベースとして緩和的な措置を取り続けるというようなスタンスの下で利上げが必要だとしても少しずつ行うよというようなメッセージでしたけれども、これからはですね、そのベースの緩和的なところというのは考えずに利上げ、金融引き締めの方にウェイトを置いて柔軟に対応していくよというようなメッセージということで、一応この文言変更に関してはおそらく日銀の思惑としてタカ派に寄せたというような変更になりました。それでは具体的に展望レポートが発表された今回の会合、レポートの中身まとめていきますと、まず長期的な物価見通しについて、見通し期間の後半には物価安定の目標、つまりよく言われる 2% ですね。こことおおむね整合的な水準で推移すると考えている。見通し期間というのは後ほど表でご覧いただきたいと思います。そして数値に関してはコア CPI2% 程度と従来予想していましたけれども、これを今年度の実績値を踏まえる形で 2% 台半ばと足元の状況を修正しています。またこれまで当チャンネルの日銀関連の動画で申し上げてきたように、なかなか賃金上昇が見られない業種としてサービス関連の賃金、物価上昇というのが見られてこなかったポイントの一つに挙げていましたけれども、これに関して賃金上昇を受けてのサービス価格の緩やかな上昇が続くという新たな示唆が加えられました。これについて具体的には半年前10月末の会合の時にお出しした動画で、こちら業種ごとにご覧いただいた時に左側の製造業あるいは商業流通といったところは賃金や物価の上昇が大きく見られる一方で、中ほどの交通運輸あるいはサービスホテルといったところが伸びがまだいまいちだった。これに対し日銀は足元でこのところの業種も伸びてきているよというような文言を加えたということなので、これはすなわち今後の日銀の姿勢として利上げであったり金融引き締めの政策変更に舵を切りやすくなる、そのようなスタンスの変更というのを表した一つの重要な変更点かと考えられます。さて今回の展望レポートで物価の見通しがどのように変更されたか、1月の時と4月の年度ごとの物価見通しを上下に並べていますけれども、今足元の実績値としては23年度ですね。そして今4月から始まった24年度のところ、ここで2つ変更点がありまして、まずプラスの変更になったのがコア CPI、生鮮食品を除く物価指数ということで、前回 2.4% を想定していたのが 2.8% に大幅に上方修正されました。これに関しては政府によるエネルギー政策、この変更ですね。これまでエネルギーの価格が過度に上昇しないように抑制する
政策が今足元で終了したということで、今後エネルギー価格の上昇を見込んで 0.4% の引き上げ。今年度皆さんですね、ガソリンあるいは電力といったところでさらなる値上げが想定されるかもしれない。そして一番下、実質 GDP なんですけれども、これはですね、逆に引き下げられている。前回 1.2% 想定されていたのが、今回 0.8% とかなりマイナスに変更されています。ということは物価は上がっていくけれども、経済成長のパワーは弱まっていきそうだということですね。一時的な要因かとは思われますが、一応自動車関連の生産停止といった影響を受けて見通しの変更が行われています。また今回から新たに一番右側26年度の予想が入りましたけれども、3年先といったところですが、物価の上昇率は 1.9% と目標の 2% に近いような水準が想定されているというのが先ほど申し上げた安定的な物価の推移といったところの発言につながってくる。そういった見通しが日銀の中でもされているということですね。消費者物価指数コア CPI の四半期ごとの上昇率というのをご覧いただきますと、黒の実践までが実績値、オレンジのところからはコンセンサスの予測となっていますが、2022年の第2四半期に物価上昇率 2% を超えてから、直近の1年間はピークを超えてだんだんと降りてきている足元 2.5% ですけれども、ここからオレンジのところに入って予測としては1年間ぐらい今の水準が続くと、そしてそこからまた少しずつ 2% 前後のところに落ち着いてくるというような、結局これはアメリカの CPI の動き、数値こそ違えど形としては似ているわけですね。足元アメリカの CPI、なかなか下がってこなくなったということで、FOMC で利下げが判断されるのがだいぶ後ずれしていっていると。その後にですね、例えば予想よりも物価が落ちてこなかったとしたら、この時はアメリカ利下げできないわけですが、日本の方では利上げするにはちょうどいい口実になってくる。逆に予想よりも物価が下がってくるような青のラインに状況が変化していけば、これはアメリカの方が利下げに転じやすくなっている環境。逆に日本の方は利上げがしにくくなっていく。ですけれども、後ほど申し上げますが、やはり今のドル高円安の状況を作り上げているのは日米の金利差。どうしてもアメリカの金利水準が高すぎるので、そこが下がってきてくれるのを待つ方が、為替にとってはインパクトがある。青のラインを辿ってくれる方が、ドル安円高の方に触れやすいと考えられるわけです。なので今後 CPI を見ていく際には、こちらのトレンドを意識しながら、状況がピンクのラインの方に変化していっているのか、青のラインの方に寄っているのか、そのあたり気にしながら、物価の推移をご覧いただければと思います。さて、巷では円安がとんでもなく進んでいるので、日韓現代のようなバカな、大した知識もないくせに日銀の批判をしていますけれども、例えば、為替の介入という意味では、直近2022年の10月あたりに一度行った、この近辺で最も円安水準だったのは 148.785 と、そこから2023年入るあたりのところまで、一時130円下回る水準まで円高に押し戻せたわけですね。ここまで下げることができれば効果があった介入だと言えるでしょう。さて、右側の直近のところをご覧いただくと、2023年10月から11月にかけてのところ、最初に150円の水準を超えてきたとき、このタイミングでは日銀がイールドカーブコントロールのテこ入れであったり、金利のターゲットというのを外す、そういった一番初めの大きな政策転換を行ってきたタイミングですが、ここで150円から140円前半のところまで一度押し返したわけですね。しかし結局2024年入ってから再び150円台まで戻した。そこでもう一度若干の谷がありますけれども、皆さん記憶に新しいかと思いますが、3月にもう一度利上げの決定、あるいは ETF の購入撤廃など大きく動いた。しかしこのタイミングでは円高方向にはほぼ動かずに、今足元158円のところまで円安が進んでしまっているわけですね。結局日銀が大きく2回動いてもこれだけの円高方向への作用というのは差が出てきている。それはなぜかと言いますと、最初の2023年10月のところでは、そもそもですね、アメリカの方でかなりインフレ率に関して抑制が効いているということで、近い将来利下げに転じることができるんではないかという下地があったがために、ドル安円高の方に動きやすかった。そういった環境なわけですね。ただ2024年入ってから、同じように日銀が3月に利上げを行っても、ちょっとしか効果がなかったのは、皆さんもご存知の通り、アメリカの方で
利下げがなかなかできないんではないか、思ったよりもインフレ率が下がってこないと、結局はそのアメリカの動向に優先されているわけです。このタイミングで、例えば日銀が今回利上げを2会合連続で決定したり、長期国債の買い入れ額を減らしたりと、金融引き締めの方向に政策をとっても、円安是正にはあまりつながらないわけですね。瞬間風速的には小さな谷をつけるかもしれませんが、ただ日銀の手数を減らすだけ減らして、結局1ヶ月後には元通りの水準、あるいはそれ以上に円安、そんなシナリオも想定されるわけです。巷のバカなメディアが煽るからといって、そうやすやすと日銀は手を打っていけるわけではないんですね。そもそも日本の経済において利上げをあと何回行えるのか、アメリカのように経済力の強い GDP が毎年大きく成長するような国であれば、結局金利水準 5% のところまで上げてこれるわけですし、日本においてそんな同じようなことをすれば、景気はどん底に落ち込んでしまうわけです。せいぜい 1% すらも上げれるかどうか怪しい、そんな手数の少ない日銀が効果があまり期待できない局面で円高の方に進ませるために手は打てないわけです。ではアメリカの方で利下げの観測がずっとインフレ率が高くてどんどん予想が後ずれしていますけれども、一体いつできるんだと考えたときに、世界の主要な各中央銀行がどの順番で利下げに転じることができるかというのを目安にすればいいわけです。ご覧いただいているのは GDP 対比での財政赤字の大きさ、国ごとに見ているわけですが、コロナの時にですね、景気が大きく冷え込んだということで財政出動が行われた。例えば黄色のライン、アメリカですけれども、こちら一番下まで深く掘っている。つまり大きな赤字を抱え込んででも財政出動で景気を下支えした国になっています。一方で一番上の青のライン、これはユーロ圏ですけれども、景気下支えのための財政出動というのは他の国よりは相対的に一番少なくなっているわけですね。そしてオレンジのイギリスというのがちょうどその間を行く形。景気を支えるために財政出動した量が大きければ大きいほど、当然景気は過熱する。インフレ率は高くなるということなので、結局アメリカはインフレ率が数字としてかなり大きくなってしまった。それをうまく抑え込めてきていたわけですが、今足元で少し横ばいが続いていると。それを待つ目安としては、先にそこまで景気過熱への財政出動をつぎ込まなかったイギリスあるいはユーロ、そういったところが先に利下げに転じることができる。そちらの推移を見ていけばいいわけですね。例えば ECB ユーロ圏がまず利下げに転じた。そしてその次にイギリスが利下げに転じたとなれば、もうアメリカも近い将来できそうだなと。逆にイギリスやユーロ圏ができてないんであれば、それよりも状況的に困難なアメリカはもっとできなさそうだなと。そういった目安になるわけです。ということでご覧いただいている皆さんも、為替の水準が一番気になるかと思いますけれども、一応日銀は為替のために仕事をしているわけではない。ここまでのお話でご理解いただけたかと思いますが、こちらドルに関するグラフを2つ。期間は約2年間で、オレンジのラインがドル円、緑のラインはドル指数と言われる主要6通貨に対する相対的な米ドルの価値を示す指数ですね。つまりドルに対して単通貨ではなく、ユーロ、円、ポンド、カナダドル、スウェーデンクローナ、スイスフラン。このグループの中でドルがどれくらいの強さで推移しているかを示したものが緑のラインですね。そうすると2023年に入るところまではドル円とドル指数ほぼ同じように動いているわけです。ということはこの時は円安円高とよくニュースでは言われますが、それはドル高ドル安の方が動いたことによる円安円高。アメリカドルが主導で強くなったり弱くなったりしていた期間なわけです。それが2023年後半からはどんどんと乖離が生じている。ということはこれはドルが強くなっているわけではなく円が安くなっているわけですね。そうすると約1年間円は単独で安くなっていますので、ある程度日銀は政策変更で金利を上げていかなければこれは是正しにくい環境なわけですね。ただ先ほどから申し上げている通り日銀は為替のために政策は変更しない。あくまで国内の物価、雇用状況を見るに過ぎないので、結局マイペースに利上げをしてくる。おそらく今足元の予想では次7月のタイミングと思われていますが、それは必要不可欠な判断ではある。ただ今やってもこの乖離幅には効果が出ない。結局アメリカが動いてくれるのを待つしかないわけですね。為替を動かす3要素。その他に大きいものとしては貿易収支。企業が国内回帰して円高に持ってくる。
特に製造業は海外拠点をどんどこ立てているはずですので、それを国内回帰させて資金を巻き戻させる、そういった政策を取らせるための減税を行う。アメリカではブッシュ政権が行ったような前例がありますけれども、さすがにそういった決断力以前に、そもそも問題意識も今の首相にはないでしょう。ということで短絡的にこの乖離状況を元に戻していく、つまり多少なりとも円高の方に持っていきたいと、あまりこの状況では効果が期待できませんが、介入しようよと先月からですね、鈴木財務省あるいは首相がアメリカに掛け合っているかと思われますが、アメリカの方からしたらドル指数としてはそんなに変わっていないので、自助努力をしろと。なんでこっちがドル安の方にお手伝いせなあかんねんと。ただでさえインフレ率下がってきてないのにドル安なんかに誘導したら、もっとインフレ率高止まりしてしまうやないかと。立場的にはそういう状況なわけです。そうすると協調介入は望めない。やったとしても単独であれば、もうこの時点で半分効果はなくなっていく。さらに相場環境として2022年の介入で効果があったと先ほど申し上げたこの局面では、実は青線のビックス指数、かなり高い水準にあったわけですね。それが今や20を切る水準、足元少し上がってきていますが18程度ということで、そんなに相場としてはパニック状態に陥っていない。これはどういうことかと言いますと、ありとあらゆるヘッジファンドが高いリスク許容度を持った状態で、為替介入によって日本円が瞬間的に円高になってくる、その収益チャンスを待ち望んでいるわけです。要するに円安の方に相場が今158円とどんどんと話題になっていく。バカなメディアが取り上げていく。これによって痺れを切らした日本の当局が介入をしてしまうと、潜んでいる為替のヘッジファンドがここぞとばかりに円売りのポジションを持ってくるわけです。そうすると瞬間的に円高になってもまた円安の方に戻っていってしまうと、効果が出ないというのは相場においてリスク許容度が高まっている時にやっても意味がないということですね。結局2022年の時はリスク許容度がだいぶ低かったので、介入をしてもここぞとばかりにポジションを新たに構築できる余裕がなかった、そういった相場環境だったので、円高の方にある程度押し返せたというわけです。また今後の話ですけれども、上田総裁、為替のために動かないとはいえ、この状況を憂慮していると。なぜ憂慮しているかというと、円安がどんどん進んでいって物価があまりに上がってしまうと、国内の消費が落ち込んでしまうかもしれない。そうすると、先行き見たときに安定的な物価の上昇率が達成できなくなる。そういった心配をしているわけですね。ですので、今後にかけて、国内においては消費関連の指数というのも下がってこないかというのを気にした方がいいかと思われます。ということでどうすればいいんだと。しばらくですね、この状況が続くのであれば、なるべく外貨のエクスポージャーを取れるような投資商品。おそらく介入が入れば効果はあまり持続しませんので、このヘッジファンドと同様に安く仕入れることができるタイミングかと思われます。結局今週は FOMC 雇用統計と、結果次第ではさらにドル高を助長するようなイベントが目白押しですので、だいぶ神経質な展開になってくるかと思います。取り留めのない話になってしまい恐縮ですけれども、今回も最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。